やりますか。大丈夫君大丈夫、すごいね。大丈夫集中切れないね。いえいえ。さすが。新トリロジーは40代50代からの健康を心と体とスパイスのスペシャリストがちょっと変わった角度からお伝えするチャンネルです。お気軽に楽しんでください。こんにちは。こんにちは。はい。じゃあ前回に引き続き痛みに強い体を取り入れるために、ちゃんとしたこう感覚が成り立って、自我がしっかりしている、自己所有感覚っていうものがしっかりしてるといいよっていうことと、ゴンドラの猫ちゃんのお話だったけれども、能動的に何かやんなきゃいけないよっていう、そういうお話で、結局だから運動しなきゃいけないよっていう、そういうことです。で、じゃあ運動ってなんかいろいろあるけれども、よく今だと巷ではパーソナルトレーニングって流行ってるよね。流行ってる。パーソナルトレーニングもあるし、なんかダンスもあるし、ヨガもあるし、ボクシングもあるしとか格闘技系いろんなことはあると思う。クライミングがあったりとか。何がじゃあ運動しろって言うけど、何の運動がいいのっていう。迷いますね。迷うよね。なんか思うことってあります？どういう運動がいいのかなっていう。なんかヨガで言うと、ヨガでやる動きと、例えばピラティスでやる動きであったりストレッチでやる動きがすごく似ている、けどどう違っているのかっていう質問をよくもらいます。なるほど、今日の講義で説明できればなっていうふうに、お願いします、思います。自己を取り戻すっていうかね、良いトレーニングの条件っていうのがあります。でここ1、2、3、4、5って書いてあるけど、これが全てあること、空間があって目的があって情動って言って、楽しいとか嬉しい、ドキドキする情動があって、その中で学習があって、あと思考性って言って、こうするとこうなるんだろうなっていう、そういったものがちゃんと働いているような運動がいいって言われてる。空間があるっていうのは、要するにこういう空間の中で三次元的なところを大きく使って動くっていう空間を意識する、あそこにボールを投げようみたいな、そういうのも全部空間を意識してる。目的もそうだよね。ゴールに向かってボールを入れよう、これ空間も目的もある、それによって情動、入るかな入んないかな、楽しいなっていう情動が働く。入るようにするために学習するようなトレーニングもできる。で今のそのシュートのあれじゃないけど、思考性っていうか、これぐらい強く投げちゃうと後ろに行っちゃうなとか、これだったらこんなぐらい弱かったら届かないな、それも思考性に入るよね。そうするとじゃあバスケットボールっていうのはこういうのに全部当てはまるなみたいな、いいトレーニング。分かりやすく言うと、ここに書いてある良いトレーニングって競技になっちゃうんですよ、全部。競技って全部これに当てはまる。そうですね。だから変なジム行ってトレーニングしてるんだったら、なんかみんな仲間集めて、じゃあバスケットしましょうね、テニスしましょうね、それの方が自己所有感覚を取り戻すっていう意味で言えば、いいトレーニングです。早そうですね。そうしかもね、鍛えられるし、筋肉も。ただもちろん黙々とやるトレーニングも悪いことじゃないよ。筋力をつけたりっていうのももちろん重要。だからここにも書いてあるけど、良いトレーニングっていうのはつまり遊びとか競技そのものだよっていうね。でこれも後でちょっと出てくるけれども、身体教育学、発育発達学とかで研究している中村先生っていう先生がいて、その人が提唱している子どもの動作36っていうのがあって、要するに投げる、打つ、引く、押すとか、そういう動詞になるような動作を全部入れると36個ある。その36種類をしっかりやってれば子どもの発達発育にとったらむちゃくちゃいいんだよっていうね、そういう運動が、ね、あるんだけど、それも別に子どもだけじゃなく大人がやるっていうのもいいトレーニングですよっていうね、そういうお話です。トレーニングっていろいろあって、次のページでね、ウェイトトレーニング、別に悪いわけじゃない、ただウェイトトレーニングっていうのは、
さっきも言った空間目的多少あるかもしれない、うん上に持ち上げようとか、うん思考性って言ってこうするとこうなるなって感覚最初はあるかもしれないけど、やっぱりずっとやってると、こう直線上の動きだし、ちょっとこう作業的な要素がある、役割としたら、筋肉は肥大する、筋肥大する、ただもう本当それだけ、で最近こう流行ってるのが、じゃあいろんな動作で鍛えようって言ってこういうファンクショナルトレーニングって言ってこういうのあるのね、これなんかこうケトルベルの夜間型のこういうのを持ってなんか振ってみたりとか、じゃあこれで片足で後ろでってこういうだけのジムってもう本当月会費が3万4万ですよ。で結構有名な運動選手とかもこういうの大好きだからやってるんだけど、ただこうより洗練されたトレーナーさんから言わせると、こんなの全く意味ないですよねみたいな、これでだって運動神経良くなるって思います、みたいな、これだったら実際競技やってた方が早いですよ、そういうことを言う人もいるんですね。ただ最初のうちはね、こういう理屈でこういうの確かに面白いなみたいな感じはあるんだけど、高いお金出してまでだからこういうウェイトトレーニングとかこうファンクショナルトレーニングって言われるものっていうのはそんなに意味ないんじゃないのかなと。ただこの特にウェイトトレーニングなんかっていうのは、さっきも言った自尊心が低い人、自己所有感覚が低い人なんかっていうのは、それが取り入れやすいっていうか、俺の筋肉みたいな、そういったので、そういう人ってやっぱり大好きだったり、するよ。でだけどそれで自信取り戻すっていうのはすごくいいことだし、高いお金出してまでやることじゃないんじゃないかな。今だったらもう YouTube とかでも全然見れるから、そこで学んで自分なりに工夫してやっぱやるっていうのがいいのかなっていうふうに覚えてます。で我々がねやるじゃあヨガはどうなんだろうか、いい運動なのかいい運動じゃないのか、ヨガってすごく自分が思うのは自分に向かい合うっていうか、自分の体ここまで行くんだとか、自分を見つめるっていうかね、大脳でいうと前頭前野って言って前の方に働きかけるっていうか、そういったところをすごく働かせると、交感神経抑制って言って、交感神経ってよくアクセルブレーキでアクセルだよってね、そんな表現するけれども、そのアクセルを抑えることができる、自分に向かい合う、そういった意味ではこれヨガって交感神経を抑制させるのにはめっちゃいいかなっていう、あと変なポーズって言ったら失礼だけど日頃やんないポーズそうでああいう時って人って初めて起こる動作とか、初めてやる行動って心拍が上がったり、それこそ交感神経が働こうとするの、別に交感神経働くことは悪じゃないんだけど、それずっと働きすぎてると、寝てる時も体休まらないって、そういう状態になっちゃうんだけど、ヨガのあんまやったことない、ああいう変なこんなポーズやったり、あれ変じゃないですよ。変じゃない。そう、あのポーズをやることによって心拍が最初はすごく高ぶってるんだけど、あれ何回かやってるとあのポーズでも動じなくなる。要するにいろんなポーズで動じなくなる。転んでおっとっととかなっても冷静な対応ができるようになったりとか。でありとあらゆるポーズで心拍が上がらない状態になると、普段の時もむちゃくちゃ冷静な人でいられますから、何が起こってもポジションで冷静なだけじゃなく、そういうシチュエーションにおいても冷静な、そういう強い心身ともに鍛えられる。あとね、井上はよくじゃあ目線を上に向けたり下に向けたり、こっちに向いてこうやってとかね、さっきのこうトレーニングの条件の空間の意識、目線の方向に人の体ってやっぱ促されるから、耳を澄ましてるのね。そうそうそう。あとね、さっきも波の音が聞こえます。そうだからそう、外でやるっていうのは、そのさっき言ったこう五感を使うっていうかね、よりこう家の中でやるよりも、例えばこの絵であるように森だったら森の香りがする、海だったら海の香りがする、嗅覚も働くよね、波の音が聞こえる、森のさやさやした葉っぱの音が聞こえる、聴覚も鍛えられる、
ね、そういったそうヨガのの時ってそれをすごく感じますね。ね、そうだから実際自分に向かい合ってるからうん感覚が研ぎ澄まされてる、うんむちゃくちゃいい。今お話伺って思ったんですけど、うんヨガのポーズで必ずやらないといけないということがあって、それは呼吸への意識なんですね。呼吸を意識する、調整するっていうのが多分そのストレッチとか運動と結構大きく違うのかなと思っているんですけれども、はいはい、それが今伊勢君がおっしゃった、その自分の内側に意識を向けるっていうことに多分すごいつながるし、ね、いろんな状況で冷静でいられるっていうことにつながるし、で固有需要を自分の意識で高めるっていうことにもつながっていくのがヨガなのかなと今思いました。はい、そうだと思います。はい、だからね、運動をさらにちょっとこう超えてる領域っていうか、ね、運動だけれども、ね、マインドフルネス的な要素もあるし、多分本当に穏やかな、いい年の取り方をするのかな。穏やかには絶対になると思います。なるほど。はい。はい。ね。なのでこれからもね、今日はちょっとできないけれども、またやっていきますので。はい、またやりましょう。ありがとうございます。こう子供がやるべき36の基本動作。結局いろんなことをやってるっていうのが本当に一番良くて、例えばあと卓球の愛ちゃんとか小さい時からずっと卓球やってるって言ってるけど、あれ別に卓球だけじゃなく本当にいろんなスポーツやってたりする。そうだからね、本当にいっぱいいろんなスポーツやるっていうのはね、そうむちゃくちゃいいこと。公園でああいうアスレチックのものっていいよね。体大きく使うし、落ちたら痛いなみたいなそういう感覚があったりとか、あまりにも恐怖すぎるのはよくないんだけど、そういった感覚のもと体を動かしてる、そういう人っていうのは多分運動神経いいっていうか、好きである、あとはその負けず嫌いな性格もあるのかもしれないし、ね、そういったところでそれありますよ。そういったところ、この子はどういうことをやると伸びるのかなって、うまくねだけどやってあげてると、自分の下の子なんて本当に運動神経悪いんだけど、ただサッカーをやってるのね、なんかぴょんぴょん上に跳ねてて何にもならないポジションのことをバックでポジションだからキーパーをやらしたので、いろいろ自分がこうついて、こういうタイミングでこう来たらこういうことだけ覚えて、あとはこう反応の仕方とか覚えてたら、キーパーでなんかすごいいい賞を取ったことがあって、そうなんかその大会の100人ぐらいいる中のベストキーパー賞みたいな。おー、すごい嬉しいね。なんかこうね、その人にこう合った運動っていうのもあるし、そういうのが見極められればね、いいですね。はい。痛みをその軽減するとか、その自分への意識を高めて満足度を上げるという視点で見れば、その上手にやることが大事なわけではないんですよね。その人にとってのちょうどいいところで動くとか、さっきの楽しいと思えるところで動くみたいなことが重要ってことですよね。やっぱ多分できていけば楽しくなるし、みたいな。だから指導者としたらやっぱりね、よりこうできるようにはしたいけれども、楽しくできてて、あと体的に言えばできなくても本人が楽しくいろいろ動いてれば、それはその人のためにはめちゃくちゃなってる。じゃあ指導者としての視点だと、上手にっていうところだけじゃなくて、その人がどこに楽しさを感じるかっていうのも見極めないといけない。もちろん上手になりたいことが楽しい人っていうのは、ね、じゃあ上手になるためにやるべきことっていうのは考えなきゃいけないし、だよね。なるほど、参考になります。じゃあ井上さんこれね、前サマーディヨガの言葉が出てきた。これなんだっけ、井上さん。これ前井上さんのセミナーでそう使った資料で、サマーディっていうのはまあ下脱した状態のことを言いますね。伊勢君の見解でまずは話していただければ。いや
自分が調べた、ヨガの人たちって何を目指してるのかなって思った時に、全ての感覚を瞑想みたいなのをして、なくなってる状態、感覚がなくなってる状態で、俺の言う健康っていうのは全ての感覚が研ぎ澄まってる状態なわけでしょ。で、感覚って面白いのが、補う合うって言って、目が見えない人って耳から情報を得ようとするとかね、補い合うって言われる、何かに集中してると危険に気づかないとかっていうのもそうなんだけれども、感覚は一つの感覚に特化して集中しちゃえば、他の感覚消えちゃうし、逆に言うと感覚が1個失われちゃえば他の感覚が特化してくるし、なんかこうアクセルブレーキじゃないけれども、そういう状態だから、感覚をなくすってじゃあどういう状態かって言ったら、全ての感覚が正常がいい状態のまま一気にドーンと落としていくっていうのがやるべきことなのかなっていうふうに、感じたよっていうのを井上さんに伝えたことがある。そうで、これがサマーディっていうあれとねつながってくるのかっていうのは分からないけど、全ての感覚を、7つの感覚を同時に下げる、それをやるには特化した運動じゃなく多様な運動を行って感覚を鍛えていくっていうのがまず最初っていう、そんなのが私の感覚を無にするっていうものに対しての考え方です。どうでしょう？素晴らしいと思います。あら、本当？はい。さっきの説明の感じで、補足をするならば、運動などをすることで自分自身と、自分自身以外の境目がはっきり分かるというお話が前回あったと思うんですけれども、で、自分のことは自我っていうのがきっちりある。で、自分以外の外界のことも分かっている、かつ自分と外界を比較せずに常に調和してる、何の摩擦もなく調和しているっていうことを理解しているっていうのが、サマーディのイメージかなと思います。わかりますか？難しいけど、理解しようとします。井上さんはだけどここを目指してるんだよね、やっぱ。なんとなくそこに向かって頑張ってるわけではなくて、ただやっていくと最終的にそこの方向が真実なんだなっていうのに自然と気づいていくのがヨガのプラクティスかなと思います。なるほど。いいお話。いやいや、ね、素晴らしい世界にいるんですね。なんでそんな棒読み？いやだからちょっとね、いやなんか多分僕ね、遠い感覚ですよね、やっぱね。もちろんコミュニケーションや調和っていうのはすごく大切だとは思うんですけど、その下脱となるとやっぱそういったことは考えない、あんまり何ですか、商売をしてるっていうのが一番にあって、だから商売から下脱できたらどういう気分なのかなそれは置いといて全然考えないんでね。ですけどやっぱそういう感覚を持ちながらなんかいろいろと物事ができるといいかもしれない。でもおっしゃる通りで、商売というか生きていくためには仕事を絶対する必要があって、仕事をするということはもちろん摩擦が生まれたり他人との比較っていうのが生まれて、それがないとお金って多分稼げないので、それが現実社会だと思うんですけど、それはそれとしてすごく受け入れられている状況、それ以外で絶対的な自分のなんか感覚があるみたいな感じかな。だから仕事上でサマーディですってなるわけではないです。そこを切り替えてるんだ。そう、でも完全に受け入れられている、そういう世界もあるけど、本当の自分って摩擦はないよっていうこともなんか
すごい感じられるみたいなことかな。だから自分を磨かなくちゃいけないですよね。それを自分の感覚とかを磨いて、そう感覚をでやっぱそれで社会に出てっていうね、そうです。自分の感覚を磨くというか深めるっていうことが、深める、そうです。いつもその生きていく時って感覚が絶対外側に向いてると思うんですよね。お客さんであったり家族であったり、周りにずっと感覚が外側に行ってるものを逆にしていく、内側に向けて内側に向いたものを深めるっていうのがヨガのプラクティスでやっていることかなと思ってます。俺と野口君多分やってないよね。そうですね。何もまだ心構えが心がもう外にばっかね意識いっちゃうもんね。でもまだ数回しかヨガ一緒にやってないですけど、終わった後に気持ちいい感覚があったり、そう自分の呼吸を感じていたり、あとさっきおっしゃってた風の音とか匂いを感じたりっていう五感にすごい集中しているじゃないですか。あれが内側に向かっていく最初の一歩だと思うんですね。でそれが難しい人もいっぱいいて、すぐにできない人もいっぱいいるなと思っていて、だから繰り返しのプラクティスが大事なんですけど。だけどその次が分かるとまた楽しそうですね。どういうことか分かんないですけどね。いや生まれ変わるよね。そうあるんですね。生まれ変わる次がみたいな。そうだからもちろんですあるし深まっていきます。なのでまた一緒にやりたいです。やりましょうやりましょう。すいませんヨガの話をすごいしてしまった。いやもうだけど今日のお話はそれこそ。ね、こんなところで本当の改善は体の一部を治すことではありません、ね、自己をいろんなトレーニングで取り戻すっていうことですっていうこんなところだと、ね、いい言葉ですね。思いますので体の一部ではないってことですね。はい、ね、今日はこれぐらいな講義になりますけれども、まあたまにまたこういうのをちょっっとやりながら。そうですね、まあだけどよく入れていった方がいいんじゃないですか、体のことで、知りたいです。今度味覚についてやる。楽しそう。いいですね。やりたいです。味覚トレーニングっていうのがあって、そう味覚について、このぐらいで大丈夫ですかね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。